皆様こんにちは、セリナです。今回はアディクションフォール2026ミュートザアイコニックよりコンフィデントマットリップ全色と限定発売のアイシャドウ新作ブラシをアディクション様より提供いただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。アディクションから軽いつけ心地と長時間色持ちがいいマットリップが登場ということで、今回は全12色のパーソナルカラーレビューと唇の上にのせた時の仕上がり、全色比較をご紹介して、動画の後半ではフォールコレクション限定のアイシャドウを使ったメイクルックをご紹介していきます。少しでもコスメ選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介しています。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。アディクションフォール2026ミュートザアイコニック。紹介するのはコンフィデントマットリップ全12色。唇を包み込むスムースマットな質感とモードな高発色が続くリキッドリップ。アディクションのロングセラーであるマットリップをブラーな抜け感とミュートな色調で現代的に昇華。18時間揺るがない美しさと心地よさ、自信までも続く。ブラーリングブラシ22。繊細なぼかしや端正なブレンディングに最適なマルチブラシ。指で丁寧に作り込んだようなプロの仕上がりを高密度な丸型ブラシで簡単に。マットリップの輪郭を滑らせればブラーな抜け感の唇が完成。ザ・シングルアイシャドウマット限定色4色。クールな眼差しとソフトな陰影を描写するミュートカラーのマットアイシャドウ。切れ長でシャープな印象と静かなニュアンスの奥行きで引き込むような目元に。柔らかな質感でまぶたに溶け込み、重ねても濁らないクリアな発色。ザ・クリーミースティックアイシャドウ。メタリックな輝きを静かに放ち、クールな印象を醸すスティックアイシャドウ。クリーミーで驚くほど密着感が高く、眼差しの一部のようなきらめきを一日中キープ。ハイライトとしてミュートメイクアップを一層洗練させるアクセントにも。アイライナー&ブローブラシ23。目元の細部にフィットしてシャープなラインを正確に引ける極薄型のブラシ。アイライナーにもアイブロウにも使え、精巧なデザインも思いのまま。それでは大注目の新作コンフィデントマットリップからご紹介していきたいと思います。今回のリップはアプリケーターで直接塗るのもおすすめですが、同時発売のこちら、ブラーリングブラシ22を使って輪郭をぼかして塗ると今っぽく仕上がっておすすめとのことなので、まずは直塗りとブラシ塗りの違いをご紹介していきたいと思います。使用するカラーは001です。001ポインテッドトゥー。バレーシューズをシックに仕立てたピンクベージュ。パーソナルカラーにおけるとブルベ夏におすすめ。明るくほんのりくすんだ青みピンク。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとブライトサマー、ビューティードサマーにおすすめ。まずは直塗りです。マットリップですが塗りたてはかなりみずみずしく伸びがいいのと、アプリケーターも細めのチップタイプなので細かい部分もとても塗りやすいです。はい、まずは直塗りで唇の上にのせるとこんな感じに仕上がります。塗りたてはかなりみずみずしいのでツヤもありましたが、少し時間が経つとこんな感じで薄膜で洗練されたマット質感に変化します。細かい部分も塗りやすく、唇の輪郭をしっかり捉えたい時にとてもおすすめです。001は今回のシリーズの中だと比較的淡めのカラーではありますが、直塗りをすると唇の色素も覆ってくれてしっかり発色も楽しめます。塗りたてはかなりみずみずしいので唇の乾燥が気になる時にも問題なく使いやすいですが、
少し時間を置くと表面にベタつきがなく少しパウダリーな感じはしますが、内側が乾燥することはなく、適度な内側の保湿感と表面のサラサラ感を持続してくれます。リキッドタイプのマットリップだとどうしても乾燥が気になるという方にもすごく使いやすそうです。そして薄膜で唇にピタッとフィットしてくれるので、負担感がないところもすごくいいなと思います。香りも無香料タイプなので、香りが苦手な方にも安心して使えそうです。続いてはブラーリングブラシ22を使って輪郭を動かしたバージョンの仕上がりをご紹介していきたいと思います。まずは直接唇の上に伸び広げて、ブラーリングブラシ22を使って輪郭に向かって軽い力でぼかすように伸ばしていきます。ブラシ付けをするとこんな感じの仕上がりです。直なりよりもこちらのリップのふんわり感や柔らかさ、そして今っぽい抜け感がプラスされます。今回使用している001は淡めの青みピンクなので、ブラシ塗りをすると可愛らしい印象が強く出るイメージです。くすみ感をオフしたい時や明るいイメージに仕上げたい時にすごく可愛いです。直塗りとブラシ塗り、それぞれ比較するとこんな感じの違いです。002ノームヌード。美しい引き算を完成させるシンプルベージュ。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。黄みの強いくすみブラウン。黄み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとビューティートータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。見た目のイメージよりも比較的淡めなブラウンに発色して、程よく唇の色素もつけてくれるので、とても使いやすいクールブラウンだなと思います。輪郭をぼかすことでこなれ感のある仕上がりも楽しめます。003ヒッピージュリウッド。ボヘミアンなムードのウッディオレンジ。パーソナルカラーに受けるとイエベ春におすすめ。明るく華やかなオレンジピンク。黄み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとブライトスプリングにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。全体的に深みがあってくすみが効いているカラーが多い印象の今回のシリーズですが、003は唇の上にのせてもこんな感じで、くすむことなく明るく適度な鮮やかさも保ってくれて、華やかで可愛らしいオレンジに発色します。黄みに寄りすぎないオレンジなので気軽に使いやすそうです。004プレッピーロース。知的でこなれた印象のダスティーローズ。パーソナルカラーに受けるとブルベ夏におすすめ。くすみの強い青みローズ。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。くすみ感のあるローズカラーで大人っぽい印象を楽しめますが、くすみすぎず暗くなりすぎないので、自然に深みカラーをまといたい時にも使いやすいです。おしゃれなニュアンスと上品さを両立してくれているところがすごく絶妙です。005ビターウォルナット。シックで抜け感のあるウォルナットブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。程よいくすみと深みのオレンジブラウン。黄み、深み、くすみが得意な方、イエベ秋全般に使いやすいです。唇の上にのせるとこんな感じです。手元で見た時よりもくすみ感が強くなくて、適度な鮮やかさも保ったようなオレンジブラウンがしっかり発色してくれます。暗い印象にはならないですが、明るすぎない、すごく絶妙なバランスで、夏場に秋カラーを取り入れたい時にも活躍してくれそうです。006ロージートープ。モダンなぬくもりを感じるスモーキーローズ。パーソナルカラーに受けるとブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみニュアンスの明るい青みローズ。青み、くすみ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとミューティッドサマー、ブライトサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。一見004と似ているカラーかなと思いますが、006は適度なくすみ感と明るさを両立しているのがポイントです。くすみすぎず明るすぎないので、すごく絶妙なニュアンスでおしゃれな唇に仕上げてくれます。
007モーブスパイス。フェミニティをエッチに醸すスモーキーモーブ。パーソナルカラーに受けるとブルベ夏におすすめ。くすみと深みを感じる青みモーブ。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとビューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。着てみるとこんな感じです。今回のシリーズは青みニュアンスのくすみカラーが多い印象ですが、こちらの007は中でも一番青みとくすみが強い感じがします。透明感とクールさを両立させたい方におすすめです。008ルーストフィー。ラフでファッショナブルなトフィーブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。黄みの強い深みブラウン。黄み、くすみ、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとビューティッドオータム、ディープオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。かなり深みのあるダークなブラウンがそのまま発色します。今回のようにブラシでぼかしてつけると深みとクールな印象はありつつも適度な柔らかさも演出できてすごく素敵です。大人っぽいブラウンリップを楽しみたい時におすすめです。009トープマニア。影色に人差しの赤みが溶けたグランシートープ。パーソナルカラーに分けるとブルベ冬におすすめ。ほんのり赤みを感じる寒色ブラウン。青み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとディープウィンターにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。手元で見るよりも赤みのニュアンスやパープルによっている寒色ブラウンの感じがよりわかりやすいなと思います。青み系のブラウンリップをお探しの方におすすめです。10バギーブーツ。モードな雰囲気をカジュアルに仕上げるココアブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。黄みニュアンスの赤みブラウン。黄み、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとディープオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。手元で見るよりも赤みのニュアンスがしっかり出て深いブラウンですが血色感も残してくれるところがすごく絶妙です。赤みよりで深いブラウンだとパープルによるものも多いですが、こちらは黄みニュアンスのまま血色感を楽しめるところがすごく絶妙だなと思います。011タイトレッド。静かに美しく思えるベルベットレッド。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。黄みニュアンスの鮮やかなレッド。黄み、鮮やかさ、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けるとストロングオータム、ウォームオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じです。ブラシでぼかし塗りすると黄みのニュアンスが強く出るのでオレンジに近いような鮮やかなレッドが楽しめます。色味自体はかなり華やかですが、ふんわりしたブラウンマット質感なので派手な印象になりすぎず、大人っぽく赤リップを楽しみたい時におすすめです。012ボルドーブラウン。センシャルな赤みを帯びたウォームブラウン。パーソナルカラーに受けるとイエベ秋におすすめ。レッドニュアンスの深みブラウン。黄み、深み、鮮やかさが得意な方。イエベ秋全般に使いやすいです。唇の上にのせるとこんな感じです。先ほどの011よりもさらに深みがあって赤みニュアンスを感じるブラウンに発色します。ブラウンリップの深みと赤リップの華やかさを同時に楽しめる一色です。では、ここからはコンフィデントマットリップの色移りと飲食後の色持ちについてを見ていきたいと思います。まずはティッシュへの色移りを見ていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。塗ってから少し時間を置いて表面がサラサラになってからティッシュオフをするとこんな感じで全くティッシュに色が移っていないです。唇の内側には程よい保湿感を残してくれているのに、ここまで色移りに強いのはすごく優秀だなと思います。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じで、塗りたてと発色や質感もほぼ変化を感じずに摩擦にも強い印象です。ではこの状態で
飲食をして過ごした時の色持ちも見ていきます。はい、飲食後の色持ちはこんな感じです。塗りたてと比較をすると若干唇の内側が薄まっている感じはしますが、それでも裏もほぼ気にならなく、色味も質感もそのまま保ってくれています。そしてカップや食器への色移りもほぼ感じなかったので、色移り、色持ちともにすごく優秀なリップなんじゃないかなと思います。そして何よりも時間が経っても唇が乾燥してこない感じがすごく使いやすいなと思いました。表面のふんわりサラサラ感は保ってくれますが、内側に適度な保湿感を残してくれるので、色持ちも良く乾燥も気になりにくいマットリキッドリップをお探しの方にすごくおすすめです。ではここからは今回のコレクションで登場した限定アイシャドウをご紹介していきます。ザ・シングルアイシャドウマット限定色 101M 90s バイブ。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。くすみの強い淡いグレー、青み、くすみが得意な方に使いやすいです。単色塗りならミューティッドサマー、ブルーベース全般のベーシックカラーにもおすすめ。102M アイコンベイビー。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏、イエベ春におすすめ。くすみニュアンスのニュートラルローズ。イエローベース、ブルーベース問わず明るさが得意な方。ブルベ夏、イエベ春全般のベーシックピンクにおすすめ。103M エスプレッソショット。パーソナルカラーに分けるとイエベ秋、イエベ春におすすめ。黄身ニュアンスの深いブラウン。単色塗りならディープオータム。イエローベース全般の締め色にもおすすめ。104M スリップドレス。パーソナルカラーに分けるとイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るくくすみ感のあるイエローベージュ。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。それでは限定アイシャドウ全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まずは 102M を指に取って、ワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。このニュートラルなくすみローズがすごく絶妙で可愛いなと思ったので、今回はこちらをメインに使っていきます。続いて 101M を指に取って、ワンまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。グレーを重ねて上品な印象をプラスしていきます。続いて 103M を指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ブラックに近いかなり深いブラウンなので、しっかり目元を引き締めてくれます。ブラシ23にも取って、下まぶたのまつげの際に埋めるようにのせていきます。斜めカットの毛足の短いブラシなので、しっかり発色させつつ、ラインのようにぼかすのにも使いやすいです。続いて 104M をブラシ23に取って、先ほどのせたラインから全体にぼかすようにかけていきます。ブラシの側面を使うと広範囲にぼかしながら塗ることもできます。最後にザ・クリーミースティックアイシャドウ101で、上まぶた全体に太めのラインを描いていきます。クリーミーですが、しっかりまぶたに定着してくれるタイプなので、ベースに塗っているマットアイシャドウと混ざらずにしっかりラメを発揮してくれます。はい、限定アイシャドウ全色を使ったメイクが完成しました。今回はニュートラルローズをメインにマットアイシャドウのグラデーションを作って、最後にラメ質感のクリームアイシャドウをライン使いしてみました。全体的にくすみが効いているので、ふんわりした質感と大人っぽさのバランスが取れてとても可愛いです。お手持ちのアイテムに組み合わせても使いやすいアイシャドウばかりだなと思いました。リップは001を組み合わせています。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでアディクションの新作コンフィデントマットリップ全色とオールコレクション限定アイシャドウをご紹介していきました。新作リップは秋に楽しみたいような深みカラーももちろんですが、明るめカラーや鮮やかで可愛らしい雰囲気のカラーも揃っているところがすごくいいなと思いました。個人的にはブラシ塗りの仕上がりがものすごく可愛くておすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください。
メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。